はい、はい、どうも、よろしく。月火で会議です。あ、月火会議。じゃあね、伊賀さんはパンティー大丈夫大丈夫大丈夫でちょっと苦手です。割れますね。こうキャベツとか気をつけなダメっていう。オペレーションが飛んだりしてパニックを起こしてましたんで最初。オケですか。オケです。お兄ちゃん、誰でもわからんねん、最初から。めっちゃでかい。研修しながら修行しながら福岡のグルメいっぱい食べさせていただいて楽しかったです。何人ですか。あ、4人です。あ、4人。はい。言えるね。よし。せーの。はい。はい、どうも、よろしくね。はい、はい。ねえ、お姉ちゃんね。この子5年前に上で今井のハンバーガー食べたことあるって。食べた、そうね。会いたくて来ました。あ、ちもいいですかね。もうできるけど、それなんかわいいね。キチちゃん、それ。キチちゃん。まいめろちゃん。そうね、かわいいね。話しましょうか、一応言ってくださいよ。あ、フランクエッグチーズ3つとエッグバーガーチーズ1つください。わかりました。からし抜きでいいですか。あ、はい、いいです。はい。あ、今崎さん、はい。今日ねこの子が今井のハンバーガーを食べたいって言ってきたって。あ、そうね。そう。食べたいって美味しいよ。食べきる？フランク。お腹いっぱいになるけどな。もうお姉ちゃんのお腹よりも大きい。5年前に何かわからんけど食った。5年前に食べた。5年ぶり。5年前。展望台の方で。まあ、赤いやないのまだ。ベークチーズ。バーガーチーズね。マジックすんだって読め。いいね、これによってほらお姉ちゃん、これによっていいね、消えるよ。ワン、ツー、あれな、ないな。ないな。すごいね。お姉ちゃんによってもこれいいね、目に立ってブス。もう一回するよ、いいね。目に立ちゃんと見てる？ブス。ね、面白い。リアクションが複雑。お腹空いたろ、今頃ね、晩ご飯前やけんね。ね、食べきる？ゆっくり座って食べり、そこで。食べていっていいよ。ね。81になったからね。伊賀さん今日2日目でしょ。はい。ねバンバンなんかやらされてます。あ、そうですか。もう限界までお腹減ってる。いろんなお店で食べました。あ、他の店で。はい、葛西とか兵庫の。あと尼崎とかですね。あっちの方のね。はいはい。新大阪やったらでもどの辺でキッチンカーすると大阪城っていうか。お母さんのディーラーのイベントとか、あ例えばトヨタとか日産とかのはい店舗のイベントとかで呼ばれていく予定なんです。結構つてがあるんですか。あります。へえ。
腹いっぱいになったろ。お腹いっぱいになった。そうね。もう今可愛いね、お猿さん。お猿さん可愛いね。ねえ、お猿さん。お猿さん可愛いね。名前はないと名前。お猿さん。ねえ。頑張ります。おー。あれは一応もう伊賀さん研修は一通りやったんですよね。やりました研修項目っていうかね、あれは終了書昨日いただきました。もう終了してもらった？はい、もらいました。キャベツありますか？キャベツあります。絵的にもうたまにはなんか今崎さんが罵声を浴びせながらねこう鬼スパルタみたいな修行の光景をね。いや、そんなことするんですよ。誰でもわからんよ、最初から。ね。換気扇。あった。誰でも。でも伊賀さんもそのイベントでキッチンカーでやるんだったら、はい。やっぱり結構バタバタするんですよね、正直言ってはね。絶対します。はい。だからもうどんだけね、やっぱり結構スピードも要求されるんで、そうですね。正直なところね。だからまだね、僕4日目なんでスピードがないんで、全然ないんでスピードが。4日ぶりで4回目ですね、まだ。結構ね、今回長くおるとにね。雨ばっかりでした。これなんかね、フランスに来てるね。昨日大野城でハンバーグの送ったから。慣れ不慣れっていうか、得意があって綺麗に切ってくれますね。すごいですね、やっぱり。ちなみに伊賀さんはパン切り大丈夫ちょっと苦手です。はいはい包丁。伊賀さんは結局大阪パンは目当てあると？全然ないです。あ、まだないです。とりあえずね、最初はね、スポット商売なんで、まあ、作ってくれないんでどうしようかなって今考えてましてね。まずはパン焼けるんで、自分で一回作ってみようかなと思ってます。見よう見まねで。んですよ。これスコップパン？はい。で、作ってみようかなと思ってます。配合とかわからないんで。オーブンはできてたの。はい、すいません、オーブンつけ忘れました。伊賀さんあれやっけ？英語ベラベラでしたっけ？全然です。いや、なんか商社の方ちょっとできるかもしれない。一番苦手です。外人恐怖症です。だってここ外人さんばっかりですかね。恐怖症です。伊賀さんもここ鉄板とかするのここが初めて？初めてです。いや、なんか今そんな気がしたと。全然慣れてないです。苦手ですこれ。ここ最近のお弟子さんの中ではなんかね一番不慣れな感じがする鉄板作業はね。鉄板苦手ですね。水が吸って割れるんです、パンが。こんなの入れたりしたら、切らなあかんちゅうことね。水が吸うから。だから私がいつもこう上に揚げとるでしょ。ああ、そういうことね。揚げたとこうしてください。はい。ここのとここう入れたらダメなんです。はい。水気があって割れるんです。割れるんですね。水が下に入る。わかりました。卵焼きました。卵なんで。卵いきます。これ。こっち行きます、卵。ああ、やっぱ割れましたね。変えましょう、これ。変えましょうか。パン変えてください。はい。これちょっとこれする。
そういう人からそういう人ははい、こういうわかりました。やってください、向こうに。そしてから水分をこっちにやって、そしてべちゃべちゃになったらそういうもうことですね上から入れてください。はい。割れるから、そう割れやすいそーっといいです、そーっとします。そーっとそーっとそーっとスタートそーっといきます。そーっといきます。はい。そこにこれもあこれもハンバーグいきます入れてください、はいみんな入れると割れます。割れますか。ちょっと柔らかく焼いたらふわっとなるから割れるようになる。いい感じですね。チーズチーズ。伊賀さんもなんかこうね、なんかこうやってるとパンの声が聞こえるんですよみたいなわけわからんこと言い出してね。まだ聞こえないです。ま言出してだ聞こえないです。なんかわけわからんラーメン職人みたいなこと言ってくれるかなと。まだ聞こえないです。からし始めますはい、からし入れます。長浜ラーメン食いに行ったと。あ、美味しかったです。あ食ったとめっちゃ美味しかった。え長浜家っていうとこ。あ、どこでしたっけ？今崎さん、なんあかまだ。二人で食いに行ったと。はい。あれ何やったかな？どこやったかな？食べてないでしょ、長浜。え、食べました。行きましたあれでしょ、おやっちゃんからそこの本店ですよ、本言うて焼き飯が美味しいところでしょ？店。いや違う、あれふーちゃんや。あ、あれ違うのをまた。あれふーちゃんラーメン。あ福ちゃんも行ったと。福ちゃんだけ行きました。あ本当に。ふーちゃん、福ちゃあん。、もう一個あるんですか？美味しい。割れますね、今日。ちょっとキャベツとか気をつけなダメっていうことです。割れ気味ですか、今日は。はい、松島さん。ちょっと揉んでください、ちょっと。見ますか？はい。ちょっとまだ揉んでなかった。ちょっと柔らかくした方が早いです。炒めるときに。伊賀さんもキッチンから黄色にしたら。黄色ですか？最近ちょっと黄色これに合わせるっていうのがちょっやっぱ流行ってる。ああ、そういうことですね。群馬とね、はい福岡の博多の方にあるキッチンカーは黄色にしとるという。あ、やっぱり黄色の方が目立ちますよね。まああればね。だけどキッチンからの看板で隠しますからね。はいはいはい最初ね。黄色にさ、赤のラインパーッと斜めに入れて、グリーンをパッと入れて流行ります。流行りますか？黄色ね。黄色だけじゃおかしい。赤とね、グリーンをパーッと斜めに線入れるんですよ。あ何カップもですよ。今何をカップ。そしたらね、看板鳥屋さんに頼んだら10万ぐらい取られるよ。赤いですね。自分で塗ったらいいよ。今急に言い始めたなと思ってびっくりしとるんやけど。いや結構みんな黄色にしたけどと思って。ここまで最初ね、スタッフの人とローソンかなんかのスタッフの人思いました僕は。そもそも正確には伊賀さんがはい。今のハンバーガーをやろうと思ったなんかきっかけってあるんですか？あ、やっぱりね、姉がですね、葛西で面白いお店があるぞって言われて、で食べに行ったんですね。はで美味しかってでそれ調べたらここやっていうのが分かりまして、いはいで旅行でこちら来てですね、はだからこう弟子入り受けますっていうのを書いてたんで、い。あだからこれだと思ってやりました。実際初めて食った時どんな感じだったんですか？あ、めちゃくちゃ美味しかったですね。まあなかなかね他にないような感じの味わいなんでね。でまあこのね弟子入りでしょっちゅうこう毎日食べてるんですけど、食べれば食べるほどやっぱ美味しいですよね。癖になるというか、こうやっぱソウルフードっていうのがよくわかりますね。もう今日がね修行最終日なんでね、はい。今日なんとかはいね、まだ4日目ですけど持ち帰って持ち帰ってやります。言うたんですよ。あ、言ってますよ。言うとる言ってます言ってます。なんて言われた？はあっていう感じで。お前あ別に会社に別にあるのに行けばよかろうもんとか言うやつあ、それ言わなそれ言わないです。言わん。言わん。届く。そしたらみんな食べに来るだから会社の割引してやらないかんね。やってるんで、いきなり修行行きますって言ったらはあみたいな感じでしたね。
でもよう通りましたね。よう通りましたねっていうか、やっぱりちょっと勇気いるじゃないですか、言うのも。いやもう飲食やりたいって言ってたんで、キッチンカーやるのは言ってたんで、でもう修行に行くって一言で、もう誰が言おうが修行に行きますと一言です。もう今ね、この YouTube のね、会社の皆さんが今修行してます的な感じでねやってますけど。でもどうするんですか、もうやるときはお一人でやるとですか？いや妻とやる予定ですね。じゃあまた奥さんにもいろいろと教えんといかんっていうからね。そうですそうです。いろいろもともと妻とその前の週に来る予定やったんですけど、3人のそうそう伊勢神宮さんの方が行ってきたんで吹っ飛ばされましてまあだから伊賀さんが言うてきたのはもうかれこれ半年ぐらい前のそうでしょ、ね、あれ半年ぐらい前そうまあ今崎さんが忘れとってる。そう3日前にまたよろしくお願いします無理って言われていやって今崎さん僕のこと覚えてますかなぜか僕ですら覚えとるとにもう3日前によろしくお願いしますの電話したら無理ですって言われて大体、ちょっとはっきりたものは覚えてないですけど、はい、当初4月ぐらいに来る予定じゃなかったっけ？いや4月にもう一回電話しますって言ったんです。で3月の末に電話したんですね。で分かったって言われて、で今崎さんがね5月ぐらいに電話来たんですよ。伊勢の方がいらっしゃるって言って、で僕この日ですよって連絡したんですけど、どうもこう会話が行き違えてて吹っ飛んでたという。まあまあそうなりますよね。で4日前によろしくお願いしますの電話したら、来られても困るって泣きそうになりました飛行機もキャンセルできへんのにと思ってまだ僕のこの前の YouTube 見てないでしょ？まだ見てないです。ね、ちょうどねその時の模様がね、あるんで。あります。時間いいでしょ。はい、OK です。30分以上経ってますよ。買い物行くと？氷買って。氷か。引き分けで逃れたですね、2回とも。引き分け？サッカー。いや、どうもおはようございます。早いですね、今日。早くな、ないって言いちゃったけど。早いね、あんた。かわいいね。結構やってたりとかするんです。伊賀さんも月曜日から出張って言ってましたっけ？いや、出張は水曜日からです。水曜日から月火で会議です。月火会議。いきなり会議です。いきなり会議です。で、水曜日が新潟に出張？東京行って木曜日新潟行きます。木曜日新潟。はい。いきなり仕事に戻ります。動画を送った。どんなの送ったかされの下に。それでいいです。こうなんか毎日しよったらね。いいけどさ、動かん。まあ、4、5日休んどったからね。たまに休んだらさ、動かんちゃん手が。それでするわ。あげな姉ちゃんおらんよ。開けます。なんだか開けますよ。右側のそのホットコーヒーアイスコーヒー向こう引っ張って。違う。そう。いきます。これで引っ張るの？今開いてます。そう。これでかけるんですね。おお、韓国？韓国中タイ英語。作りました。岩崎さんのその帽子は滋賀から送ってきたの？滋賀の帽子。滋賀の帽子をね、多分滋賀の帽子かぶっとって生田ファームからいろんなところから宣伝したいって自分で見せば。それでね、
滋賀のこういう帽子かぶった音をね、写真でも送ってとかね。僕は阪神の宝飾でもいいんですか？等身大を作るらしい。締めにあったろ、あれを作るっていう。あれ今なんかちょうど今度発注するって言ったよ。誰が締めが。買うって言ったろ。そうそう、発注。いいの今度と買うって言った。今3人お客様が今日はシンガポールから来てる。シンガポール。ちょうどいきなりメニュー表が使えますね。そうちょうどね。よかった作ってて。今日ナイスタイミング。何か恩返しせないといけないけどね。ました。だからね、もっと言ったらやっぱ番号を振ってくれた方が。そうなんですよ。そう。ワンツースリーみたいな感じの。で番号ないからね。いらっしゃいませ。何しますか。4個にしてくれんですか。ハンバーグは間に合わんけん。はい。そこに中と2つ出しとってください。どっかに。そうするとこっちのハン焼きます。はい、持ってきます。焼けてる。焼けてますね。大きいのを見てから選んでください。ちょっと待ってね。これが大きいかな。はい、焼きました。山の境に渡って。なるほど。チーズバーガー。チーズと、ミックスエッグですこれ。ミックスチーズですよ。ミックスエッグが入ってる。ミックスエッグですよ。ミックスチーズ。ミックスエッグで。卵はまだ焼けてない。まだ。上んと見てください。もう焼けてらん。なるべく二段がいいって。ちょっと待って。チーズとエッグバーガーチーズとミックスエッグチーズ。ワンツースリーね。はいはい、ワンツースリーってが早い。はい。出して。こちらのお客様。まさきさん。こちらのお客様はね、広島から来て。広島から来たって。広島買ったら帰る。なんで？買ったらこれ買ったら帰る。帰るって、もういいよ。気をつけて帰ってね。これフランクエッグチーズと。広島ぐらいから修行に来いよね。広島からお客さん来たのよ。来た広島から。でその YouTube を見ていただいた時、お姉さんがホットドッグしたね。広島でお姉さんがホットドッグやった。売れますよ。売れますよ。誰もおらんけど。まだ学生さん一人もおらんけど。じゃあバーッと来る。ネット見て。予約しとかんとオーナーが。今大学何年生？こっちも広島、この人大阪から来て。みんなね。ボリュームがあるからね、意外と。だから本当に一つ作ったら腹いっぱいになる。早めに帰ってもう早く食べます。どんな感じですか？めっちゃでかい。でかい。やっぱボリュームあるでしょ？はい。めっちゃ美味しい。ぜひ広島に帰ってね。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。触るのね、さっきと硬かったよ。いや、焦げんでね、硬くなる時がある。これフランクエッグチーズ2つ。ハンバーグとね、野菜肉が。山高。これ。なんか熱いこれ。エッグバーガーチーズと。びちゃびちゃです。ハンバーグはね、日曜日の方がずっとね。だけど最初でパリクりました。すみません。OK です。OK です。お兄ちゃん、アイスコーヒーすぐ入れとき飲んで、エッグバーガー。はい。左からハンバーグだけ。左からハンバーグ。こっちですね。それに、
チーズ入れてください。チーズ、はい、からしでいい。からし入れて。2つはエッグバーガーとミックス。からケチャップがあるね。それエッグバーガー。はい。できますか。これも下でいきますか。いや、いい、その使わんでいいのが確かに。それはハンバーグ。それはその方がいい。ハンバーグだけですね。ケチャップちょっとつけたい。はい、つけます。はい。もうやけど、袋一つずつ入れていって用意してください。開けにくいから。袋。あ、用意してください。あ、そうナスわかりました。待ってね、お姉ちゃん。ね、ちょっと待ってね。ワンツー。はい、すいません。はい、ありがとうございます。卵だ。バーグ1枚しかない残ってない。あもうこれエッグバーガーないっちゃろ。これ入ってない。これエッグバーガーは1個入ってます。ここに。これがエッグバーガーです。どうしましょう。ハンバーグ入ってさあ1枚しかない。もう終わり。はいあとフランクエッグからエッグインナーしかない。しますよ。あ、ほんまっすか。今やもう。そうでわかります。あと1ヶ月2ヶ月ぐらいした。あ、そんな早くまだかかるやろおっちゃんの名前今やさん。今やって名前今やね。ライトアップがねありますよね。清水寺の紅葉があると綺麗よ。綺綺麗ですねあそこから。多いもんね、お客さんが。人めっちゃ多いですね。外国人多いですね。外国人が今多いね。福岡少ないですね。福岡は少ないよ。ねおらんもんだ、なんもない。京都と比べたらね外国の人だらけで京都は。外国ばっかりやね。外国ばっかり。行きやすいんですかね、京都の方が。まあ日本といえばそうみたいな。近いもんね、来たら。近いですね。これも取ってきます。フランクかエッグインナーしかありません。今日はもうハンバーグ売り切れてすみません。何しますか？フランクエッグチーズ一つ、はい。今崎さん、この人ね、台湾の方っていうか、台北、しかも台北の方、教えた。見せた。ごめんなさい、ちょっとね、一回これ持ってもらっていいですか。ちょっと台北モデルみたいな。ありがとうございます。今のハンバーガー食べられるの初めてですよ。初めてです。なんか先生に言われてきた。はい。日本語学校の。はい。お知り合い台湾というか台北の方いっぱいいらっしゃるでしょ。ね新潟でしたら売れますよ。誰もおらんけど。これでじゃあ普通のサラリーマンです。もうね、今ね、でも正直ね、今新潟と東北を一緒くたにするっていう九州の一番やってはいけないことだった。クッションでしたね。釣りしたいでしょ。いや、もう疲れた。もうちょいです。はい、これ。はい。家でこんがり。上に行きます。はい。実際初めて食べた感じどうですか？思いっきり。すごく。なかなか結構ね、他にない感じのハンバーガーっていうかね、あれなんで、またもし近くに支店ができられたらぜひパンカリカリでね。またぜひよろしくお願いします。できるよ。下に袋があります。袋を取ってください。一つずつ入れてください。二つ入れたら潰れますから。山崎さん、はい。こちらのお二方阿蘇から来た。どこから？阿蘇。阿蘇。この前行ったんですけど、みんなで阿蘇に。茎の人たちはそば道場があるとこ。下にね。茎のに行ってね。俺茎のでね、半ぐらい出しちゃった。昔茎のこれ阿蘇。
あれだって今崎さんの写真？茎のでね、半ぐらいだしよう飛び寄ったでしょ昔。今あんまり飛ばんでしょ、あそこ。あそこでね、茎ので半ぐらいだし茎のが場所やったもんね。その写真今崎さん写っとると？写ってんのっとやの。なんかね、ここからね、その除菌剤でよう見えてる。その除菌剤で顔は見えんよ。向こう向いとき、後ろから。本当だ。後ろか。後ろ向いとき。40年。あれだいたい何年前の写真？もう40年ぐらい。ね。よう撮れたね、あれ。あれよう撮れたいや、ね。後ろから一人撮ってもらったと。あ、もう一人俺が飛んだところをパッと撮ってもらった。そうじゃない。なかなか大撮れな変。ら自分で撮れるやん。あ、そうそうそう。いいの、気持ちいいよ。ほら、半ぐらいだ。いつもね。オペレーションが飛んだりしてパニックを起こしてましたんで、最初後から入れるんだ言われたらもう計算が全部狂いました。さあ、終わったよ。はい、終了です。疲れた。お疲れ様。何時になった？今ね、1時。 1時もう2時7分。2時です。2時7分。なんかパン食べるならあるよ。いやいや、今大丈夫よ。大丈全然夫。ね、僕はパン焼いて。いやこれ食べますよ。それ食べる。これ食べる。もう一回あかんですか？いや意外とね。ちょっと休憩しよう。休憩しましょう。コーヒーでも飲んで。まあ伊賀さんもね、もう1週間余り、1週間、まあ4日間ぐらいか。4日間です実際は。実際は4日間だけどね。雨ばっかりです。雨だったからね、ちょっとあれですけど、まあいろいろお疲れ様でした。ありがとうございました。ご来光でした。今日結構でもだいぶ本数余計にやったろ。結構多めにね、だいぶ本数やったろ。疲れました。ありがとうございました。時間でね、いろいろ覚えられない関係大変ですよ。これだけのちょっとした大したことないとこあってさ、なんかもうね、ちょこちょこしたのが多いっちゃうね。いや、分からんようなとこハンバーグ切れてなんかいつもと違うメニューが入ってわけわからなくなりました。もうね、いろいろね。ハンバーグ切れるとダメですね。ミックスとかなくなるとやっぱこれをね、一人でやるとね、余計に焦ると。焦りますね。いやー、もうね、この仕事はね、やっぱね、なんかこう簡単やけども難しいね。難しいですね。それね。やっぱり何でもよいかんね。大変よ。あれですか。もうその8日間ぐらい一応滞在はしてましたけど、はい。なんか修行の印象って何かあります？感想みたいなや今崎さんに美味しいとこいっぱい連れて行っていただいたっていう印象が強いですね。つ。ラーメン福ちゃん以外も。ラーメンと天ぷらと天ぷらどこ行ったんですか？天ぷらはね、あれどこでしたっけ？天ぷら屋さん。天ぷら屋どこでしたっけ？だるま？平尾の天ぷら。平尾です。平尾。平尾です。 3号線。3号線？箱崎。名島の手前。箱崎やろ多分。箱崎の。そう。箱崎は名島。名島？箱崎じゃない？名島の橋の手前。そう。だから箱崎。研修しながら修行しながら福岡のグルメいっぱい食べさせていただいて楽しかったです。もうでもこっちは釣りが好かんときは魚が嫌いやな。食べるのも嫌やな。困ったもんや。いやそれはね別にいいとよ。もう釣りはだからね。だからね、ずっと雨降ってたから無理ですよ、彼やっても。まあどうせ無理やけど、岩崎さんね、釣りと修行をね一緒くたにするのは僕はねあんまりねどうやろうと思う。いや、俺が行きたいで誘いよった。単純にそれだけやろ。俺が行きたいで誘いよ。そう。多分伊賀さんがやるときはそのキッチンカーでイベントのところだから、はい、やっぱり結構集客っていうかバーッとお客さんが多いところをバーッとねやっぱ注文を受けて作るような感じになると思うんですよ。パニック起こしますね。そうだから余計ほぼねも今日と変わらんぐらいの感じにはなるかもしれない。スピードですね。そう。こうオペレーションがまだ頭と体がついてこないんですよ。注文入ってもどれやったっけっていう感じで。そうですね。で今崎さんの次から次に注文取るんでまた頭が混乱していくというまあやっぱりねバッと受けるとなんか、具材というかね、そうです順番ね、卵とかね順番がねやっぱあるからね、そういうのをまたちょっと慣れないと。でベテランなんでたまに卵の順番が早くなったり遅くなったりするんでだから結構ね頭がフル回転しててもあれっていう感じで。そうですね。
だからよその支店とかもやっぱりオープンの時は結局1、2、3っていうか3つのメニューだけやったりとか、やっぱりですね、限定で。どこをねやったりとかして、そうじゃないと多分できないというか難しくなっちゃうんで。で今日はね、経験者でフランクの単品とか出始めたんで、余計パニック起こるというハンバーグ売り切れて、ね、ハンバーグがなくなると余計ベースがそうですね、今のところはもうやっぱりもうご自身で大体できそうな自信はあります、ね、いやまだまだ仕込みとかはできるんですけど、やっぱりこのオペレーションが来た時のだから暇な時はできるんですけど、並ばれるとちょっとプレッシャーがかかって今のところまだどれぐらい次そのオープンの予定とかで立ってるんですけど、半年ぐらいからはもうスタートしたいですね。まだパン探したりとかいろいろやらないことあるので、じゃあまたね、オープンの時も頑張ることをもう一回修行に来るかもしれないです。忘れたら。またぜひ頑張ってよろしくありがとうございました。どうもお疲れ様です。ありがとうございます。始まる感じ、高さん合わせますか？口いっぱい合わせますよ。今や